ニューヨーク生まれ、ニュージャージー育ち、若い時からずっとニューヨークのあたりにいたいなと思ってたんですが、今テキサスから今のニューヨークを遠くから見て住んでなくてよかったなと思っちゃいますね。残念ながら。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ニューヨークって昔から世界一の街だと。アメリカ人としてニューヨーク生まれとしてプライドがあって、世界一の街だと。世界一の高層ビルがあって、ウォール街があって、金があって、楽しいところあって、タイムスクエアがあって、ブロードウェイもある。自由の女神まである。世界一のニューヨーク。フランク・シナトラが、ニューヨーク、ニューヨーク、if I can make it there, I'll make it anywhere 曲まではあったニューヨークですよね。若い時に本当にずっともう大きくなるまで結婚して、もうずっとニューヨークと、隣のニュージャージー育ちなんですが、ニューヨークに近いところだったんで、ずっとそこにいたいなと思ってたんですね。自分の生まれたところ、自分のお父さんが生まれたところ、自分のお母さんとお父さんが知り合った、出会ったところである。親戚みんな行ったところだからこそ、残念だよね、こうなってしまったことが。今、テキサスから、特にあるテキサスから見て、まだいる親戚とか、ほとんどみんないなくなったんですけどね、フロリダに行ったり、他のところに離れた人たちがほとんどなんですよ。ニューヨーカー、元ニューヨークのプライド、方言がもうバリバリニューヨーク、俺もそうだし、大好きなところだったんだけど、おばあちゃん、ひいおばあちゃんもずっと昔から行った人たちなのに、遠くから見て笑えないよ。笑うことではないんで、残念という気持ちになってしまうからこそ、この動画を作らせていただいてます。70年代にもグレートな偉大な街だと言いながら治安が結構悪いところがあったんですよね。グランセントラルステーション、80年代までは汚い、危ないイメージがあって、タイムスクエアに変なシアターがあったり、普通の家族連れのようなところではなくて、で、ジュリアニという市長が入ってきたんですよね。ジュリアニは保守系の元検事さんであって、もう強いで、とにかく犯罪などを減らすために警察をもう動かしたんですよね。それまではあまりよろしくなかったから、ニューヨークはまた、いきなりにまたあっという間にまた綺麗になってきて、治安が良くなって、また再びすごい街になったんですが、長年本当にもう2000年代、90年代あたりから民主党の、過激民主党のリベラルの上にもうからコントロールしていることで、ニューヨークがどんどん汚くなったり、治安が悪くなったり、不法移民がものすごくいたり、で、今度、自分の生まれ育ちのあの辺のニューヨークで、今度、社会主義者、共産主義者を市長さんとして入れようとしていることがニュースになってませんか、日本では。最近のニュースです。社会主義者のゾラン・マンマンダニ。発音許してくださいね。この人が民主党の代表になって、もしかしたら次の市長さんになる、ニューヨークシティの市長さんになる可能性が高いんです。彼は何約束していると思いますか？全部フリー、全部タダで、無料で全部提供、バス、住宅などなどのことを無料で、全部無料ということを約束している。お金はどこから来るのって無料でやるなら、お金持ちから取る。お金持ちの税率を上げようと。白人の住んでいる郊外のところから取ると表で言ってます。表で言ってるんですよ。何にも別に差別的なことで批判されてることはないのに、民主党の中でそういうことまでは言ってます。ニューヨークはどうなると思う？もともとこういう人、こういう社会主義者、過激リベラル、こういう人たちがニューヨークの警察、コロナの間は特に脅したり、どんどん脅して悪者扱いしちゃって、どんどん離れた、ニューヨークから離れた警察官。元お金持ちの人、ウォール街で成功した人たちも悪者扱いされて、ニューヨークから離れようとした人たちが、
もう数年前からはそのカリフォルニアと同じくお金があれば、ビジネスマンであれば、ああいうところにいられない。それも見えてきたんですよね。次は、この方が市長さんとして選ばれたら、ニューヨークにいられると思います？ビジネスマン、頑張ってる人、世界一って呼ばれてるビジネスのウォール街のあるところの人たちが逃げようとしない？間違いなくします。テキサスに来るんだろうし、フロリダ、ニューヨークだからこそ同じ東海岸のフロリダに行かれる方が多いんですが、テキサスに来る人も多い。レッドステートの絵の流れがどんどん、ますます増えることが間違いないでしょう。ニューヨークはもともと、ブルー、ダークブルーの民主党の州。ずーっと民主党に。で、もうこのジュリアーニの後もずーっと民主党の人たちにコントロールされてる州。同じくカリフォルニア、いつも言う、自分は住んでたカリフォルニアは、もう数十年間全部ブルー、民主党の人たちにコントロールされてる。カリフォルニアから人がどんどん出ようとしてる。ニューヨークからもどんどん出てきている。これから社会主義者の人が選ばれたら、そこで次はどこになるのか。こういう社会主義者たち、過激リベラルたちはもういろいろ約束するんですよね。もう上からみんなを見下ろして、これもやってあげます。これもやってあげる。これも払おう。あれも払う必要はない。どんどん好きなようにやってくださいみたいなアピールがすごいんだけど、特に若い人が、全部タダで、電車もバスも、全部タダになる。家賃もね、上がることもありませんという、レントコントロールまでは言ってるの。ちょっとでもね、経済学、少しでも需要、供給、このバランスで少しでも分かればできるわけない。どんどん悪くなっていく一方になってしまうことが見えてきますよね。誰のお金で彼を応援しているのか、まだ明らかになってないと思うんですが、おそらく世界一悪意のあるソロスのお金で、この人も上がってきたんじゃないかと。すんごいお金もらって、それで頑張って、人気度上がって、全部タダで。もともとニューヨーク、シナトラが歌うニューヨークの素晴らしさ。多くの日本人もニューヨークまで観光に行って、最近観光に行ける？物価が高くて、汚くて、治安が悪くて、薬の中毒、られてる人が多くて、などのことがあるから、俺も行きたいと、残念ながら思わなくなってしまったのは事実です。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。先日この本が出版されたばかりです。日本の Amazon で3つのジャンル別で1位になっています。本屋にもあるのと Amazon にもあるので QR コード入れておきますので、ぜひお読みください。ニューヨークの話ではないんですが、なぜそういうことになるのか、そして日本でも同じようなことになってしまう可能性があるというの注意などのことも書いてあるので、ぜひご購入いただければ幸いです。7月26と27日に愛知スカイエクスポで初夏オートメッセが開催されます。ステージの真ん前にスティーブ的店のブースもありますので、そこにずっと同日はいますので、ぜひ来てください。本を購入された方を持ってきていただければ、その場でもサインを入れておきますので、よろしくお願いいたします。こういう動画を上げる意味は、別に遠くから見て笑ってる、テキサスでよかった、ニューヨークどれでもいい、カリフォルニアどれでもいいってもったいないっていうことなんです。そしてアメリカで起きていること、起きちゃったことも、日本でも起きる可能性が十分にあります。陰謀論ではありません。実際に起きていること、実際にもうアメリカ今見れば、リサーチすれば、自分でリサーチして、X などのどこでもいいんですが、リサーチすればどうなっているのかということも見れますので、スティーブの言葉だけを信じなくていいです。他で調べてください。同じようなことが過激、リベラル、プログレッシブな共産主義者的な、社会主義者的な考え方は非常によろしくないことを日本人もアメリカ人も頭の中に入れて、自分たちの国、自分たちの町、自分たちのローカルを守る必要があるということを言いたいです。最後にニューヨークに
It's up to you, New York, New York.ニューヨーク頑張ってね。再び偉大な街に戻ってください。応援してます、テキサスから。日々、全身前向きに、サムズアップ的に笑顔でやっていきましょうね。よろしくお願いいたします。では、失礼します。